皆さん、こんにちは。ホリスティックライフコーチの立花さゆりです。今日はお金が返ってくるお金の使い方っていうことでお話ししていきます。以前にお金に関する動画をいくつか撮りましたが、その中でお金を使うことに対して罪悪感を持つなっていう風に口うるさく言ってきました。そしてお金を気持ちよく使った方がお金が返ってくるよっていう風に言ってきました。まだ他の動画を見てない方は再生リストの中にお金っていう再生リストがあるのでそちらから見てみてください。はい、では本題に入ります。何にどういう風にお金を使ったらそのお金が返ってくるのっていうことについてお話しします。はい、では結論から言います。生きたお金を使ってください。今日はこの生きたお金の使い方、これを3つのパターンに分けてみました。はい、これも結論から言います。1つ目はご自身が楽しいと思えることにお金を使うことです。はい、2つ目は寄付することです。そして3つ目は大切な人に贈り物をすることです。はい、1つ目のご自身が楽しいと思えることにお金を使うことっていうことについてご説明していきます。お金にもエネルギーがあります。趣味などにお金を使うと使ってる本人も楽しい思いをします。それでいいエネルギーが出ます。そしてそのいいエネルギーがお金に伝わります。はい。これは紛れもなく生きたお金です。ここで注意してほしいのは後悔と罪悪感を持ったら絶対にダメです。はい。2つ目の寄付をすることということについてご説明していきます。寄付をする、募金をするっていうのは紛れもなく人のため、世のためになります。これも生きたお金です。では、ここで言います。金額は関係ないです。例えば、コンビニなどで帰ってきたお釣り、小銭でいいんです。そして、コンビニでお買い物をして、お釣りをいただいて、そしてコンビニのレジの横に置いてある募金箱に入れるだけです。そしてその金額はご自身で決めていいと思います。例えば10円以下のお金は募金箱に入れる。100円までの小銭は募金箱に入れる。といったようにご自身で決めていいと思います。はい。そして3つ目の大切に思っている方へ贈り物をする。はい。大切に思っている家族やお友達に贈り物をすることです。これはもう双方にいいエネルギーが溢れ返りますよね。なので、ダブルでいいエネルギーがお金に伝わります。なんで双方なの？こっちはお金が減って、得するのは向こうだけやんと思ってるそこのあなた。はい、ご説明します。私の好きな言葉の一つ、もらう喜びよりも与える喜びという言葉がありまして、これはもらってこの嬉しいという気持ちもちろんありますよね。それよりも誰かに物を差し上げる方がその喜びがより大きいよっていう意味です。なのでもらう喜びよりも与える喜びの方がより大きい喜びですよっていうことです。これは行動心理学でいう利他の心っていうことです。私たち人間は利己的でありながらそして利他的な生き物なんです。そして何より大切に思っている方の幸せな顔を見たらこっちも幸せになれますよね。聞いてください。私のお友達の中でもらい下手、もらい下手が言ってるんですよ。っていうのはこっちが喜ぶ顔を見たくてプレゼントを差し上げてるのにすぐカバンに直す人がおるんですよ。せめて開けてみてよと思いますよね。はい。そして最後に、この生きたお金の反対のお金。はい。このお金っていうのは、やはり罪悪感を持って使われるお金です。そして使って後悔されるお金です。はい。今日のお話をまとめます。返ってくるお金、すなわち生きたお金。その1、ご自身が楽しいと思えることに使うお金です。はい。その2は、寄付をすることです。人のため、世のために使うお金です。最後の3番目は大切な人に贈り物をすることです。はい、このチャンネルでは私の専門であるホリスティック、包括的に考えて健康、美容、キャリア、人間関係、恋愛、お金についてお話ししていきます。いいねと思った方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか？ではまた次のセッションでお会いしましょう。さよなら。